皆さんこんにちは。さて先日シエンタという車、こちら私も1年間所有していたモデルなんですけれども、こちらを試乗する機会がありました。でこの時乗った試乗車がですね、モデリスタを装着している車でありました。このモデリスタに関しては結構つけたいなと思っている方もいらっしゃると思いますし、街中でもねこれつけて走っているシエンタっていうのもよく見かけるようになっていったかなと思います。ただこのシエンタのモデリスタ装着車ってなかなかディーラーさんで展示されている機会というのも少ないと思いますので、下回りところですね、この辺りモデリスタ装着するとどんな感じになるのか見ていきたいと思います。私ノーマルのシエンタのオーナーでしたので、このノーマルと比較して感じる違いとかそういうところ、あとやはりこの結構下に物をつけるので車の最低地上高がこうクッとちっちゃくなるんですよね。でこの辺りね、その子もお話をできればと思っております。でまずですね、前から見た時の姿なんですけれども、やっぱりねこう下方向にこう顔の面積がぐわっと広がったような、よりねこう押し出し感が出てくるっていうんですかね、そういった雰囲気というのがあって面白いなというふうに思います。もともとはシエンタのこの顔ってとてもね柔らかいデザインなんですけれども、そこにこのモデリスタのパーツが下にガツッとつくことによって、このスポーティー感と力強さっていうところも入ってきて、押し出し感も出てきてかっこよくなっちゃうなっていうふうに思います。このかっこよさを求めてない方からするとない方が可愛らしくいいなと思うかもしれませんけれども、意外とこれねもっとこの可愛らしい顔に下がつくとちょっとアンバランスになるのかなと思ったんですけれども、さすがですね、やはりここをデザインしっかりとまとめてきていて、前から見た時にこの車のかっこよさであったりとかが力強さが引き立つ、そんな感じになっているなというふうに思います。でちなみにこう前から見た時にスポイラーのところですね、モデリスタというマークがついている、これを履いているので最低地上高に関してはこうグッと通常モデルよりは下がりますので、一般で使う時に関しても傾斜がきついところ、お店に入っていく時とかはちょっと気を使うかなというような低さになっているかなと思います。ちなみにシエンタ購入時に検討対象の一つになるであろうフリードの方のスポイラーはこんな感じです。フリードでフロントマスクを彩るパーツとしては、ホンダアクセスが製作しているアクセサリーパーツと無限が製作しているパーツの2つがあります。まずはホンダアクセスのエアロバンパーです。こちらはボディの下の方に厚みを出すだけではなく、フロントマスクのバンパー部分の印象を変えてくれるものとなっています。黒い面積が増えるので、シンプルめなフリードの顔が少し悪い感じの印象になってクールさが増しますよね。コグが入るサイドのところは人間でいう口角が上がったようなデザインになっていて、ホンダのシビックタイプ R にも似たような形状となっています。無限の方ではこのようなフロントアンダースポイラーが用意されています。こちらはボディと同色のものが下につく形なので、ボディ自体がより大きく見えるような印象になるかと思います。アンダー部分の両サイドの張り出し感が出て、かなりスポーティーで爽やかな印象になるかなと思います。シエンタのモデリスタ、フリードのホンダアクセスパーツ、無限パーツを並べてみるとこのような感じです。いずれもノーマルの状態よりも凄みが出ていて、コンパクトミニバンには見えない仕上がりになるなと思います。それぞれのパーツ安くはありませんが、可愛くなりがちなコンパクトミニバンのデザインを変えたい方にとっては検討したいところですよね。で続いて横からの姿も見ていきたいんですけれども、横に関しても、下にボディと同色のこのスカートをグッと履いているという形になっておりますが、ここもねやはりこの横から見た時の車の横の面積っていうんですかね、すごく分厚みを増すように見えるので、やっぱりこのでかい車感っていうのが増すと。もともとシエンタに関して言うとこのミニバンというものですので、そもそも非常にこう厚みがある車ではあるんですけれども、その厚みがより際立つのでワンランクでかい車感っていうのが出てきて面白いなというふうに思います。そして横から見ていてやはりね、ここ下にスカート履く分この最低地上高というところがこう小さくなっているなというのは感じるので、いろんな場所で使う時っていうのは気になってしまう部分は出てくると思います。ただ、これはねモデリスタというスタイリングを楽しむという意味では、そこはもうしょうがない部分なのかなというふうにも思うところであります。フリードの方のサイドのスポイラーはこんな感じです。
無限から出ているものとなります。シエンタのサイドスポイラーは結構つけたなという存在感を感じるかと思うのですが、それに比べると自然にボディ本体になじませたなという印象かなと思います。このモディスタに関しては、後ろはこのリアスパッツとマフラーカッターの方がついているので、通常のシエンタにはないこの後ろからの見た目になっている。特にこのねマフラーすごいねかっこいいなって思います。フリードのリアの下方向のパーツはこんな感じです。無限から出ているものとなります。フリードの方は飾りというよりもこのしっかりとしたディフューザー形状となっているので、風の処理をしっかりしてくれそうな印象を受け、かなりスポーティーな感じが強まりますよね。シエンタのモデリスタ、フリードの無限パーツを並べてみるとこんな感じです。フリードのリアの上方向のパーツはこんな感じです。まずはホンダアクセスから出ているテールゲートスポイラーです。ミニワンはどうしても箱型の形状になってしまうので、のっぺりとした四角い感じをなくしたいという方にとっては、やはりテールゲートスポイラーはあった方がいいですよね。こちらは無限のものとなります。こちらも風を整える効果が高いものとなりますので、価格帯としても先ほどのスポイラーやシエンタのスポイラーよりも高いものとなっています。飾りとして付けたい方にとっては手が出づらいものですが、パーツの効果はこちらの方があるんでしょうね。シエンタのモデリスタ、フリードのホンダアクセスパーツ、無限パーツを並べてみるとこのような感じです。で一点ですね、やはりこのいろいろなパーツつけることによって最低地上高が下がるというところがあるんですけれども、今回この市場でさまざまな場所をこの車で走ってみたんですが、その中で、特にこの注意した方がいいなというふうに思うのが、このマフラーの部分になるかなというふうに思います。今画像で見えてると思うんですけれども、結構ねこの縁石に擦りそうなそんな高さになっています。この車止めの高さであったり大きさとか角度とかによっては、このマフラーがね一番下に当たりやすいかなというところがございますので、モデルスタキットをつけるぞという場合には特にマフラーは注意して、さまざまな駐車場を止める時にもバックする時にも少し注意をしながら、同乗者の方がいるようであればちょっと見てもらいながら一応下げていった方が無難かなというふうに思いました。で私ノーマルなシエンタのオーナーであります。でその身からして実際にこの車のデザインを見た時に、やっぱりこの横も後ろも含めてシエンタっぽくないっていうんですかね、いい意味でシエンタっぽくないです。このシエンタはファミリーユースっていうような印象も強いんですけれども、実際に市場であったりもそうですし、私もこのオーナーとして乗っている時に走っていて面白かったり走りが楽しめる、そういった車にも仕上がっていて、そういった意味でいくとこういったスポイラーであったりとか下回りのところをつけてもね結構似合っていいんじゃないかなというふうに思うので、もし自分色を出したいとか、特に最近シエンタ非常に売れている車で街中でもね見かける機会が多いので、自分色のシエンタにするという意味で特徴を出すという意味でこのモデリスタパーツつけてみるのは一つありかなというふうに思います。で各パーツに関しての価格はもうここに出ている通りなんですけれども、それなりの金額はしてくるというものではあります。ただこのモデリスタキットであったりこういったものをつけているものって最後例えば手放す時のリセールにもちゃんと跳ね返ってきて、その分しっかりと高い査定がつくという形になるので、つけて損をするというものはねないかなと思うので、予算に少し余裕があってぜひねこういったカスタマイズしたいという方はぜひねこのモデリスタ検討してもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回は実際にモデリスタつけるとこんな感じになりますよという今回の動画をお届けいたしました。参考になったなと思っていただいたようでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もトヨタ車に関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。